こんばんは、しげもんです。どうも。今日は久しぶりに情景制作をやっていこうと思うんですが、後ろに見えてるような梅小路ジオラマとか去年は作ってましたけど、今日は何を作るのかというと、雪景色ね。雪景色ジオラマ。雪景色ジオラマと聞いてピクってする方もいるかもしれないですが、僕は実は昔その動画を作ってたんですが、途中で止まってたんですよね。で、定期的に続きはいつなんですかというコメントももらってたりするんですけど、さっき最後にアップした日付がいつかなと確認したら2014年でした。2014年だから、あれから約5年経つんですね。早いね。あの続きからやっていくのが本当はいいのかもしれないですけど、今回は完全新規ということで、このテーブルトップで遊べるようなミニモジュールに変更して作っていこうと思ってます。ただコンセプトというか、自分が作りたいなと思ってたイメージは昔と一緒なんで、それを元に作っていきます。まず材料なんですが、前回といっても5年前ですけど、その際は木のモジュールボードを使ってたんですけど、今回はちっちゃくしたいので、このスチレンボードかな、5mm のスチレンボードをベースにします。ほんで 0.5mm のプラ板、これが土台部分ね。ほんで雪の積もってる部分の再現は昔と同様、紙粘土をベースにしようかなと考えてます。そこら辺の作り方は昔と一緒で、レールに関してなんですけど、昔は加藤のフレキシブル線路を使ってましたが、今回はこちら、もう加藤のユニトラックをそのまま使おうかなと思ってます。ただこれもイメージは昔と一緒で、ゆったり曲がる S 字カーブっぽい情景を作りたいんですよね。だから今回は加藤のユニトラック R481 の15度、これを使用します。で、この線路は2本連ねるとこうね、直線線路 S248 と同じ長さになるんですよね。ほんで今回はミニモジュールということで、1つのモジュールの全長をこの S248 と同じ長さにしようかなと思ってます。だから昔との違いっていうのは、全体的なサイズと、あとベースとなる素材と線路が違うだけ。やりたいことは一緒なんで、前回の続きとして見てもらえるかと思います。とりあえずやっていこう。これを切り出してベースを作っていきます。はい、じゃあまずモジュールのベース部分を作っていきます。 0.5mm のプラ板をカットしますね。幅は 150mm にしてみます。ここは別に決まってないんで、お好みの幅で。はい、カットできましたね。で、レールを上に乗せるとこのようになります。全長が一緒ということですね。続いて厚さ 5mm のスチレンボードもこのプラ板と同じサイズにカットします。 0.5mm のプラ板の上にスチレンボードを貼り重ねて一つのモジュールにするという感じですね。ほんでこのボードにレールを固定するんですが、今回はこの線路をスチレンボードに埋め込むようにして固定します。なのでレールの形状に合わせてスチレンボードをカットします。はい、こうですね。大丈夫そうですね。そして同様にもう1セットカットします。あとはプラ板の上にスチレンボードと線路を木工用ボンドで固定します。はい、続いてモジュールの背面と側面になる部分を作ります。これも同様にスチレンボードをカットして使用します。モジュールの接続面になる部分は雪の形状をイメージしてカットします。はい、そして先ほどカットしたこのパーツとこのボードを接着しますね。これが背面になると。木工用ボンドでずーっとこっちの面に合わせて接着。あとはカットした端材を使って同じように貼り付けて、これは補強にしますね。真ん中ら辺の補強にしよう。はい、手前にも同じように壁を取り付けます。これは奥側よりも低くしますね。はい、これでベースの部分ひとまず完成です。
はい、乾いたんで次の工程いきます。次はこのユニトラックとここのボードの隙間、ここの隙間に情景テクスチャーペインターのダークアースね、これをここに塗っていきます。バラスト巻いてもよかったんですけど、今回はこれを使っていきます。でここから線路に着色をしていくんですけど、その前に雪の部分を作っていきます。この部分は昔動画で言ってた通り紙粘土を使うことにします。ただこれね、今回4パックしかないんですよね。4パックしかなくてちょっと足りるか微妙なんで、大きく盛らないといけないところは 3D プリンターのミスプリントのやつね、これを中に置いてかさ増ししようかなと思います。何でもいいんですけど、中に入れてかさを増します。この紙粘土初めて使うんですけど、どうなんやろよ。これ確かキャンドゥで買ったやつ。あ、すごいマシュマロみたい。あ、すげえふわふわ。あ、すごいこれをちぎってめちゃくちゃふわふわ。あ、すごっ。わー、すげえ、すごいよ。なんか食えそうやなこれ。これちぎってここに置いていくと。あ、めちゃくちゃふわふわで手につかないですね。勢いでいくよ、もうよ。イメージはあるんですけど、いつも思いつきでやるんで、そこにいかに近づけれるかです。かき分けられた雪が左右に積もってる感じっていうのをイメージしたけど、むずいね、粘土って。とりあえずこれで乾かそう。はい、粘土を持ってあらかた乾いたんで、線路部分を塗装していきます。使用したのはダークアースです。これを線路部分に拭いていきます。あとは雪の表現なんですけど、今回はこちらを使います。タミヤの情景テクスチャペイント雪ホワイトね、これを上に塗り重ねていきます。多分昔やろうとしたのはモーリーのスノーパウダーを巻こうとしたんですけど、それでもいいんですけどね、今回これ使ってみる。でこの中は見えるかな、こんな感じのペーストになってて、これもダークアースとかと一緒で水性のペースト、これを筆で塗っていきます。紙粘土の表面が結構ザラザラしてるのと継ぎ目があったりするんで、そこを隠すように塗っていきます。ところどころ紙粘土の表面が見えてもいいかも。はい、ペースト塗り終えたんでこれを乾かします。あとは仕上げですね。今回使うのはこれです。ででん、昔動画にしたんですけど、トミーテックの情景小物角浦線路柱、これをこの線路の脇にちょんちょんと植えていきます。で全部使ってないんで中に残ってんのが8本残ってた。はい、中はこんな感じ。じゃあ1つのモジュールに2本使おうかな。でこれ自体はベースついてるんですけど、今回はこのまま雪に突き刺します。で下をカットしていくことで長さも変えれるんで、これでやっていこう。じゃあ穴を開けて設置します。よいしょ、ブスッと。これでいいんじゃない。ほんでこっちにもはい、ほんでこれもひっつけよう。前に動画で紹介した加藤の天然素材樹木、黒染め、これを空いてるスペースにちょんちょんと植えてあげたら、なんか実感的になりそうな気がする。やっていこう。
はい、乾燥終わりまして雪景色ミニモジュール完成しましたね。全長は加藤のユニトラック S248 と同じなんでそんなに大きくないです。2つつなげてもその倍ですからね。全体はこんな感じ。レールもユニトラックをそのまま使ってるんで接続も通電も問題ないはずです。で連結する際は一応向きがあってこうねバチッと接続、こんな感じ。これで簡単に接続できる。そしてこのモジュールの位置を逆に変えることでこっち向きでも接続が可能です。これでさっきと雪の積もり具合がちょっと変わるんで異なった情景で走らせることもできます。じゃあ最後にエンドレスレイアウトに組み込んで走らせてみよう。はい、いかがでしたでしょうか。5年前に作りかけてたものと結果は異なりましたけど、でも思い描いてるイメージ通りにはなりましたね。こんな感じ。当時とサイズがちっちゃくなったっていうだけかな。ちっちゃいモジュールなんでデスクトップのミニエンドレスに組み込むことで十分遊べますね。工作自体はそこまで難しいことしてないんで、頑張れば1日で作れそう。あとやっぱ情景制作楽しいね。また何か思いついたら作ろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画を見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それでは、さよなら。